こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はソニックシリーズのヴィラン、ドクターエッグマンの解説動画をお送りします。このドクターエッグマンはソニックの宿敵にあたるキャラクターなんですが、皆さんこのドクターエッグマンについてはよく見る悪役だというイメージが強いかと思います。やりたいことは世界征服で、そのために毎度悪事の限りを尽くす。そして最後にはいつもソニックに倒される。そんな典型的な悪役だと思われがちなんですが、実はこのドクターエッグマンはそんな単純なキャラクターではありません。というのもこのドクターエッグマンには普通にゲームを遊んでいるだけではなかなか気づきづらいある特徴があるんです。しかもその特徴はエッグマンの本質に関わる非常に重要なものなので、きちんと把握しておかないとゲーム中でエッグマンの言動がよくわからなくなったり、なんでエッグマンはあんなことしたんだ、なんかキャラ変わってないといったモヤモヤ感を感じる原因にもなりかねません。ということでこの動画ではそんなエッグマンの特徴とは何なのかという点について、歴代ソニックシリーズのいろいろな場面を用いて徹底解説していこうと思います。もちろんエッグマンの性格や能力といった基礎的な情報もお伝えしていきますので、この動画を見ればドクターエッグマンというキャラクターを完璧に理解することができます。エッグマンはソニックシリーズのほぼ全ての作品に登場するキャラクターなので、この動画でエッグマンについて詳しくなっておけば、今後より一層ソニックを楽しめるようになることを間違いなしです。ということでぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速始めていきましょう。ドクターエッグマンはその名の通り、卵のようなふっくらとした体型と飛び出したヒゲが特徴的なキャラクターです。加えて常にサングラスを着用し、服装は赤い上着に黒タイツという非常に目立つ格好をしています。遠くからでもすぐエッグマンだとわかりますね。目立ちすぎて脱却としてどうなんだとは思いますが、なお最近のエッグマンは卵のような体型とは言ってもまだ人の形を保っていますが、初期のエッグマンは本当に卵から手足が生えたかのようなスタイルでした。浮き輪にはまって動けなくなるなど非常に不便そうな体です。また一時は逆に完全な人型になったこともあったんですが、今ではその中間くらいの程よい卵型になっています。ちなみにさっきから使っているこのエッグマンという名前なんですが、実はこれは本名ではなくて、彼の本名はイーボ・ロボトニックと言います。ではエッグマンという名前は何なのかというと、これはソニックが考えたあだ名なんですね。ソニックがエッグマンをバカにするために考えたあだ名だったんですが、バカにされる前にエッグマンが自らこの名を使い出し、それが定着したそうです。ただエッグマンもこのあだ名を気に入っているようで、彼が作ったロボットなどには基本的にエッグ〇〇という名前がついています。冷静に見ると結構ひどいあだ名だと思うんですけどね。どうやら彼のツボには刺さったようです。そんなエッグマンなんですが、実は IQ300 超えの超天才科学者なんです。だいたい IQ の平均は110程度で、あのアインシュタインですら IQ160 から190程度だろうと言われているので、エッグマンがかなりの頭脳の持ち主だということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。特にロボット工学と機械工学に長けていて、シリーズを通して自作のロボットや戦艦を大量に開発し、ソニックたちを苦しめてきました。一人でこんな規模の艦隊作り上げるなんてヤバすぎますよね。これで彼が善良な人間だったら人類に多大な功績を残したんでしょうが、皆さんご存知の通り残念ながら彼はソニックシリーズのメインヴィランです。このドクターエッグマンの目的は世界を自らの理想郷であるエッグマンランドに変えること。早い話が世界征服ですね。そしてそのために自分が作ったロボット軍団を使って何度も世界を脅かすんですが、一方で彼の目的はあくまでも自分の理想郷を作ることであるため、例えばエッグマン以外の敵が地球を侵略しようとしてきたり、もしくは地球が破壊される危険が出た際にはソニックたちと協力して世界を救う側に回ることもあります。ただそれも決して正義のためだったり人類を救おうとしているわけではなくて、地球が他者に侵略されたり壊されたりしたらエッグマンランドが作れなくなってしまうからに過ぎません。とにかくこのドクターエッグマンというキャラクターはとことんまで自分のことしか考えてないんですね。よくそこまで自分中心できるなと尊敬したくなるくらいです。そんなエッグマンが初登場したのはソニックシリーズの記念すべき一作目、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。一面の最後で唐突に現れソニックと戦闘になります。巨大な敵を振り回して攻撃してくるなど、発想常時からなかなか殺意高めです。また基本的にエッグマンの倒し方はエッグマンへのダイレクトアタック。攻撃をかいくぐって距離を詰めダメージを与えましょう。にしてもソニックの攻撃を生身で受けられるエッグマン、いよいよ人外じみてきましたね。普通こんなんじゃ済まないと思うんですが。またエッグマンの性格についてなんですが、彼はとにかく自分勝手でわがまま、そしてとんでもない自信家です。さっきも言ったように彼は IQ300 の大天才なんですが、いかんせん調子に乗りやすく、その結果詰めが甘くなって計画失敗というパターンも多いですね。またしばしば古代の破壊神や星の破壊者といった明らかにヤバそうな力に手を出して、自分なら制御できると後先考えずに行動した挙句結局制御できなくて世界が破滅しかねない大惨事を招くなんてこともよくあります。ソニックシリーズの事件は大体エッグマンが原因なので、ソニックたちからしたらもうほんと勘弁してくれって感じだと思いますね。
ただエッグマンは部下のロボットに憎まれ口を言われた際に本気でイラついたり、計画が失敗した際に全力で悔しがるなど感情は全て表に出すタイプなので、どこか憎めないキャラクターでもあったりします。冷静に考えるとヤバいやつなんですが、普段はそれを全く感じさせない不思議なキャラクターです。さあ、ということで以上がエッグマンに関する基本的なプロフィールになるので、ここからはいよいよ今回の動画の本題、ゲームを遊んでいるだけではなかなか気づけないエッグマンの特徴とは何かということについて解説していきたいと思います。その特徴を鑑みると、実はエッグマンは本当は悪さをするつもりはないという可能性が出てくるんです。一体どういうことなのか、その説明をするためには、まずエッグマンの抱える矛盾点について解説する必要があります。エッグマンというキャラクターは思わず目を背けたくなるような非常に残虐な面と悪役らしからぬ善良な心の両方を持ち合わせているキャラクターなんです。まず残虐な面から説明すると、例えばさっきも言ったようにエッグマンはよくロボットを作るんですが、そのロボットの動力源になっているのはなんと動物なんですね。つまり生きている動物のエネルギーを使ってロボットを動かしているということになります。ゲーム中でエッグマンのロボットを壊すと動物が出てくる描写があるんですが、これはまさにロボット内で動力源にされていた動物たちが解放された瞬間に他なりません。これなかなかえげつないことしますよね。ソニックロストワールドというゲームに動物がロボットにされる瞬間を描いたムービーがあるんですが、いざその瞬間を見せつけられるとかなり残酷なことをしているなと感じます。また自分が作ったロボットの扱いもかなりひどくて、基本的に役に立たなかったメカは容赦なく切り捨てます。この傾向が特に顕著に現れるのが1998年に発売したソニックアドベンチャーというゲームのガンマ編での出来事です。このガンマ編ではエッグマンが作ったロボットであるガンマを主人公として物語が進んでいくんですが、その中でエッグマンは任務に失敗したガンマの兄弟機たちをこれでもかというくらい切り捨てていくんですね。まず最初にガンマの先輩ロボであるベータをガンマに負けたからという理由で切り捨て、自分の好きなように改造してしまいます。このベータはもともとエッグマンに気に入られていた機体だったんですが、それがガンマに負けた途端に手のひらを返され、非常に冷遇されるようになってしまいました。その後もガンマの後輩メカの3体をたった一度任務に失敗したというだけで追放し、こちらも好き勝手に改造。特に末っ子ロボのゼータという機体に関しては、完全に体の自由を奪われ、固定放題のような姿にされてしまいました。本当に役に立たなかったロボットには容赦がないということがよくわかるんじゃないかと思います。一方で成績の良かったガンマはエッグマンからかなりの寵愛を受け、いろいろな任務を任されるようになります。加えてガンマに似た後継機も何体か作られるなど、ある程度成果を上げたロボットに対してはそこそこの待遇を与えることもありますが、それでも一度でも任務に失敗したら容赦なく切り捨てられるので、エッグマンの下で働くロボットたちは常に恐怖を抱き続けることになります。しかもえげつないことに、エッグマンの作るロボットにはみんな感情があるんですよ。エッグマンがなぜ感情を持つロボットを好んで作るのかは分かりませんが、わざわざ感情を持たせておいた上でこのような扱いをするというのはあまりに残酷です。今紹介したガンマ編ではエッグマンの下で働くロボットの視点を見ることができたので、彼の残酷な一面がより一層強調されていましたね。初めて遊んだ時はエッグマンのことがかなり嫌いになりました。この他にも、例えば宇宙人の星を侵略して好き勝手に改造を施したり、自分に歯向かった者たちを宇宙に監禁したこともあるなど、エッグマンはそのコミカルな言動ではごまかしきれない悪行をいろいろとしでかしています。もうこれだけ聞いたら正直完全に悪者ですよね。同情の余地なんてまるでないような男だと皆さん感じたかと思うんですが、一方でエッグマンは今お伝えした残虐性とは程遠い善良な心も持ち合わせているんです。例えばエッグマンは人の命を奪うようなことはしません。それどころか命というものをちゃんと大切にしているような描写もあって、例えばアニメソニック X で自分のメカが暴走してソニックが死んでしまいそうになった際には本気で焦って止めようとしたり、2006年発売のソニックザエッジオクというゲームではソニックが敵の手にかかり死んでしまった際に本気で悲しむなど、いつも邪魔ばかりされて憎んでいるはずのソニックでさえ死んでしまうのは違うと思っているようです。また先ほど自分の作ったロボットの扱いがひどいとお伝えしましたが、特に気に入った機体に対しては特別な愛情を注ぐこともあります。特に顕著なのはエッグマンが対ソニック用に作ったメタルソニック、そして雑用ロボットのオーボットとキューボットへの対応です。まずメタルソニックに関してですが、この機体はソニックに勝ちたいという願望がかなり強い機体で、エッグマンの命令を無視して勝手な行動をとってしまうことがよくあります。ところがそんなメタルソニックに対してエッグマンは勝手な行動をとったことに憤りはするものの処分したりはせず、さらにはメタルソニックが望むような形で改良を施すなど、他のロボットとは明らかに違う対応を見せています。加えて自身の最高傑作だとも豪語するなど、メタルソニックのことを非常に大切にしていることがよくわかりますね。続いてオーボットとキューボットですが、彼らはもともとエッグマンが暇つぶしに作ったロボットであり、その性能は控えめに言っても良くないです。
加えてエッグマンに対して反抗的な態度を取ることさえあるので、普通に考えたら即刻処分されてもおかしくない機体なんですが、なぜかエッグマンは彼らを切り捨てず、ずっとそばに置いています。このようにエッグマンは命を大切にするといった通常の良心や特定のメカに対してだけですが非常に心優しい一面も持ち合わせています。さっき紹介した残酷な面とだいぶ違いますよね。さっきのガンマ編などを見るとエッグマンはなんてひどいやつなんだと心底嫌いになってしまうんですが、逆にメタルソニックなどに接しているエッグマンを見ると本当は心優しい人間なのかななんて思ってしまいます。この自分のメカを存在に扱うような残酷なエッグマンと逆に深い愛情を注ぐエッグマン、一体本当の彼の姿はどちらなんでしょうか。結論から言うと、これらはどちらもエッグマンの本当の姿なんだと思います。しかもエッグマン自身には自分が今残酷なことをしているという自覚も、メタルソニックたちに愛情を注いでいるという自覚もないと思います。なぜそんなことが言えるのかというと、エッグマンってめちゃくちゃ子供なんですね。実年齢は完全に大人なんですけど、精神年齢で言うと正直幼稚園生くらいのメンタリティをしているんです。そして幼稚園生くらいの子って気に入ったおもちゃのことは家族の一員かのように大事にするけど、そうじゃないおもちゃには見向きもしなかったりするじゃないですか。さっき紹介したエッグマンの行動ってまさにこの行動に合致すると思うんですよね。メタルソニックなどはまさにこの気に入ったおもちゃに該当するということです。また幼稚園生くらいの子だとまだまだ自分のわがままや要求が通らないと怒ってダダこねちゃったりするじゃないですか。これもエッグマンのある要素と合致していて、彼の最終目標である世界征服、これ別に人類を滅ぼしたいとかではなくて、ただただ自分の要求が 100% 叶う世界を作りたいっていう願望なんですね。つまり小さい子が自分のわがままが通らないと怒っちゃうのと同じで、エッグマンも自分のわがままが全て受け入れられないと我慢ならないんです。ただ普通の子供はわがままを拒否されてもどうしようもありませんが、エッグマンの場合はいかんせん IQ300 超えの大天才ですから、自分のわがままを無理やり通す能力を持っちゃってるんですよね。そのためエッグマンからすると、結果的に色々な悪事に手を染めてしまってはいるんですが、別に悪いことがしたいわけではなくて、ただ幼稚園生くらいの子供たちと同じように自分の要求を全て通したいだけなんですよ。ただそれを実際に強行できてしまうがために、彼はソニックシリーズにおけるヴィランになってしまっているんです。自分で悪の天才科学者と自称することもあるんですが、これも別に本気で悪者になろうとしているわけではなくて、子供の頃って悪役に憧れる時期あるじゃないですか。あれだと思うんですよね。あんまり深く考えずに悪という言葉を使ってるんだと思います。それかもしかしたらソニックとヒーローごっこをしている気分なのかもしれないですね。基本的にエッグマンはソニックのことを憎らしく思っていますが、一方でソニックとの戦いを楽しんでいる様子もちょくちょく確認できるので、まさにヒーローごっこを楽しむ子供のような感覚なのかもしれません。この動画で僕が言ったゲームを遊んでいるだけではなかなか気づきづらいエッグマンの特徴というのはまさにこういった要素のことで、エッグマンは幼稚園生なんです。これがエッグマンの本質であり、彼の言動の全ての元になる要素なんですね。この特徴が分かっていれば、なぜエッグマンが世界征服を狙うのか、IQ300 もあるのにいつも思いつきで何かを始めてしまうのはなぜなのか、なぜ残酷な面と慈悲深い面が両立しているのかといったエッグマンに関する数々の疑問が全て解消されると思います。これめちゃくちゃ重要な要素なので、ぜひ皆さんこのエッグマンイコール幼稚園生という関係式は頭に入れておいてくださいね。今説明したように、これまで幼稚園生さながらのメンタリティで幾度となく世界を騒がしてきたエッグマンですが、実は今そんなエッグマンが成長しているのではないかという説が出ています。というのも、ソニックフロンティアで登場したセイジというキャラクターと接するエッグマンが明らかにこれまでと違う印象を醸し出しているんです。このセイジというのはエッグマンが作った人工知能なんですが、最初の頃はエッグマンに従順だったものの、物語が進むにつれてだんだんと自分の意見を主張するようになっていきます。そしてそれに対するエッグマンの反応はというと、これまでのように憤るわけではなくて、どちらかというと困惑しているような反応を見せているんです。さらに物語の終盤でセイジが戦いの場に出るシーンがあるんですが、この時のエッグマンはまさに娘の無事を祈る父親のような表情をしていました。さっき紹介したメタルソニックたちのように、エッグマンがこのセイジのことも気に入っているというのは間違いないと思いますが、セイジと接している時のエッグマンの言動は、気に入ったおもちゃを前にした子供などではなく、大切な娘と話す父親そのもの。これもしかしたら僕の思い過ごしかもしれませんが、これまでずっと小さな子供のようなメンタルで周囲に迷惑をかけ続けてきたエッグマンが、とうとう親のような感情を獲得したのかもしれません。そしてそうなってくると、これからのエッグマンの言動が大きく変わってくる可能性がありますよね。これまでは何より自分が一番だったエッグマンが自分と同等か、
もしくは自分以上に大切な存在を得た時にどのようになるのか、これからのドクターエッグマンにぜひ注目です。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録、またたくさんのコメントもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。